はい、こんばんは、フェマールでございます。今日はですね、敦賀駅にやってまいりました。で、今日のテーマっていうのが、こちらの先へ伸びます敦賀港線という廃線ですね。そちらの探索となっております。で、こちらの敦賀港線というのは、昨年の4月に137年の歴史を終えたばかりの廃線でございます。その間、貨物船としては一応使ってはいましたけども、この間10年ぐらいかなは休止状態ではありました。ですから実質もう長いこと廃線状態だったんですけどね。さあ、それでは参りましょう。でもめっちゃ速い。電動自転車初めてやけどすごいな。出足がめちゃくちゃだ。敦賀駅前がめちゃくちゃ綺麗になってます。敦賀の駅裏ですね。この先ももしかしたら廃線跡なのかなと思います。この辺りも廃線跡ではありますけども、もう今はもう北陸新幹線の高架橋工事の真下になってますんで、もうその廃線跡っていうのは伺い知ることはできませんね。残念ながらこの辺は全くその痕跡というのが見えませんね。全く見えないですね、残念ながら。で、この先ですけども、道路との交差点になっております。警備員さん立ってるところがあそこの先から廃線がまだ見えますんで行ってみましょう。はい、今こちらいるところがですね、廃線のあったところですけども、今は北陸新幹線の高架橋工事のための新有路となってますんで、この通りですけども、こちらの方から見ていただくと、ここから廃線が続いております。ここの昔っていうのが踏切信号があったんですよ。ですから普段は青信号で一旦停止せずに通れるような踏切でございました。これは昨年に廃線になったばかりの廃線でございます。この先2キロぐらいかな、港まで続いてますんで、その中は入ることはできませんけども、できるだけ見せるようにしますんで、よろしくお願いします。この住宅地の裏に未だにこうやって残ってるんですね。未だにあのような信号が残ってますね。あ、踏切跡ですね。すごい。まだ踏切が残ってる。こうやって見ると生々しいですね。こうやってこの下はなんかさすがにね、ちょっと廃線とはいえこの中入るわけにはいかないんで、こういう道沿いを走ってきますけども、それでもすごいな。で、このまままっすぐ行きます。ちょうど線路脇をこうやって道があるんで助かりますね。延々と進んでおりますね。でもこうやってまだまだ遺構が残ってるのが嬉しいな。なんか今そこに信号があるんですけどもあるはあるけど、あっち向いてますね。なんか、そしてこれが国道下の高架橋ですね。なんかそこら中にこの遺構や枕木がいっぱい残ってる。すげえな、普通に残ってんな。
ほんと普通に線路が残ってんだね、こうやって。そしてあそこが踏切になってますね。すごい。まだまだいろんな遺構が残ってるんで、結構楽しめる配線ですね。この長い区間だけでもなんかトロッコでもなんか発車してなんか面白いことできないのかな。あけぼの踏切とあります。いいアングルだ。ちょっとバンクがあって曲がってきますね。そしてこちらもずっと先に線路が続いております。こちらの方もありますね。まあ相変わらずこういう感じで進めてますね。ここもまた踏切ですね。ここから先がもう線路がなくなってきますね。ここから先は撤去ですね。ここはもうないんですね。たまにあそこのボックスカルバートも新しいな。じゃあこの上が国道8号線なんかなの下をくぐって向こうへ参りますんで、そしてさっきのボックスカルバートからここも廃線跡ではありますけど、もう線路はないですね。そしてここも踏切跡ですね。湧水踏切。結構要所要所に踏切があるんですね。踏切の残骸。はい、こんな感じですね。そしてここが右へ行くと港駅ですけども、この左にですね、今松本鉄工さんかなってのがあるんですけども、あの先へまた別な線路があったそうです。このアングルいいな。そしてここが港駅ですね。この先にまた古い建物があるんで、そちらの方も行ってみましょう。信号がやっぱりあっち向いてるな。残念ながらここから先は立ち入り禁止なんで入れませんけども、あの先になんですけど、この先の山の向こうに敦賀セメントっていうセメント工場があるんですね。そこへ向かう会社の専用線路のハイトンネルがあるんですよね。そこ見てみたかったんだけどね。今現在はこのようなオフレールステーションという形としてここは使われているそうでございます。あそこに機関車がありますね。こちらの方の端っこの方までやってまいりました。あそこで車止めといいんかな、あそこがありますね。これは現役時代からこの位置で終わりだったと思います。そしてあそこにねトンネルがあります。あれが敦賀セメントへ向かう専用線のトンネルですね。今廃線となっております。当然です。そしてこれが最近できたんであろう人道の港ムゼウムやったかなっていう建物ですね。復元建物だそうですね。大和国際連絡列車が運行していた大正昭和初期にあった建物群の復元の建物だそうです。
そして赤レンガ倉庫がそこにありますけども、今の貨物駅とは別の方向にこの鉄工所からこう伸びていって今から行くんですけども、こちらにも線路があったそうです。それはもう相当昔にもなくなったんだと思いますけどね。そちらの方に行ってまいりましょう。はい、これが赤レンガ倉庫ですね。かの昔のすごい昔にこれオイル関係の倉庫だったそうです。そして今回お世話になっているレンタサイクルの乗り捨て場ですね。今現在あそこの赤レンガ倉庫の脇を通ってここをぐーっと来て、ここに線路があった上でここを走っていって、今でも1個ありますね。そしてあの橋脚跡ですね、これですね、ここに線路があったんですね。あった上であちらの橋脚も残ってますね。でこの先向こうの今建物がありますけども、その向こうにつながっていました。で今現在この扉になっているとこの下に線路が走っておりまして、この向こうここを線路が走っておりました。この倉庫自体は昔からあるみたいですね。この辺りまで線路が走っていた時代もありました。この倉庫もまた味がありますね。すごいデザインが素晴らしい。このデザインすごくない？なんかかっこいい。これは敦賀の港駅の復元かな。もっといっぱい見たかったけど、ちょっと今日は時間がないんで帰ります。残念。今度は改めて着ようと思ってます。はい、今日はこれまででございます。歴史ある廃線でした。130年もの間こちらの方使われておりまして、その間に、もう戦争もありました。戦争の時にはユダヤ人を受け入れて、人々を助けたという歴史もあり、あとはもうこの今でこそ今もここには廃線はありませんけども、この向こうにもずっと線路がありました。そしてかの昔ですと、こちらの方大和国際列車の拠点となりまして、こちらの方からモスクワやパリや、ロンドンなどこちらから旅立っていかれた方がたくさんいらっしゃったと思います。それぐらいの壮大な廃線の跡でございます。それではおやすみなさいませ。ふまるでした。ありがとうございました。また今年もよろしくお願いします。